戦国乱世に己の生きる意味を求めて剣の修行の道を行く標本者宮本武蔵。次々に難敵を打ち破った武蔵の前に白面の美剣士天才佐々木小次郎が立ちはだかる。吉岡一門73名と戦うためとはいえ、少年を切った武蔵の苦悩は深く、浴びせられる世間の悪評の中で武蔵は孤独にさすらいの旅を続けていた。剣を捨てたかに見える武蔵に対し、野望に向かってひた走る小次郎はついに九州の名門小倉藩に指南役として召し抱えられ、燕返しの懸命とともに全国標本者の頂点に立とうとしていた。一方、野武に蹂躙されなす術を知らぬ村人たちに武器を取って戦うことを教えた武蔵は、人生で初めて人のために戦うことを知った。二刀流を開演した武蔵、燕返しの秘剣を完成させた小次郎。この宿命の好敵手はいつかその生死を賭して剣を交える日の来ることを予感していた。よりよく見ろ。バチは2本だが音は1つから無限。あれも2頭と同じ理屈だ。はい。祭礼ににぎわう秩父神社境内の片隅に武蔵の弟子丈太郎がいた。丈太郎は徳川政権を転覆しようとする盗賊習いの大蔵の配下となっていたのである。よいか。狙いは社務所内の財宝だ。ざっと見積もって5000金。元はといえば宝太后様寄進の品々。これを取り返して我らの軍資金とするのだ。遅くなった。おお、指導売見殿だ。我らと志を同じくする方々だ。志などない。獲物は山分けだ。よろしいな。宝太后ゆかりのお宝どこへ隠した？知りません。やれ。誰が来ます。静かにしろ。お願い申します。一夜の宿をお願いいたします。どなたかおられませぬか。お師匠様。丈太郎、何をしておる。斬れ。皆殺しにせい。より庭へ連れ出せ。はい。何故罪なき者を切った。お師匠様、切らないでください。旅で難儀をしている私を助けてくれた人です。より行け。山本武蔵、忘れたか俺を。獅子田梅剣、貴様に殺された弟が待っている。地獄へ送ってやる。
見たぞ。八重垣流。何？こしゃくな。待て。わしは盗賊ではない。申し開きは役所で聞こう。それ。待って。離せ。お前らのせいで先生が縄を打たれたんだぞ。今はどうにもならんのだ。うるさい、離せ。落ち着け。今行けばお前も捕まるだけだぞ。言うことを聞け。うるせわからんのか。離せ。ほら、二人ともやめんか。先生。落ち着け。ほれ、まず脇を離せ、脇を。この坊主にな、喧嘩の脇を離してみ。世を呪い身の不運を恨む青年又八に江戸の風は厳しく冷たかった。そして一度は逃げ去った発行の女明美もいつか又八の傍らに身を寄せていたのである。あんた、お願いだから危ないことだけはやめてくださいね。明美、俺はな、でっかい金を掴んでお前を幸せにしてやりてえんだよ。本気でそう言うんですか？本気だとも。又八さん、本当に私のことを思ってくれるならお金なんかいりません。私をしっかり抱き留めていてください。私の心がどこにも行かないようにしっかり。二代将軍秀忠はこの時まだ30を少し出たばかりであった。大御所家康は駿府城に身を置いて若い秀忠の政治を見守っていた。
作州浪人宮本武蔵出ませい。お言いつけにより即日宮本武蔵なる浪人秩父の浪者より放ちました由にござりまする。それはかたじけない。どう上様、天下にはまだまだ無数の習いの大蔵がおること、夢お忘れあってはなりませんぞ。ご詮議もな、厳しいばかりではいかがかと存じまする。御坊には命を助けてもろうた。礼を言うぞ。渡来し者たちの処置は御坊に任すであろう。首謀者習いの大蔵は獄門となった。将軍暗殺の策謀は豊臣残党の最後のあがきであった。17、18、19、20、21、22、23、24、25。噂によれば宮本武蔵が近く将軍家ご指南役に推挙されるというが、まことか？ご心配召されるな。柳生立花の神様は武蔵嫌い、お認めになるはずはござるまい。仮に武蔵殿がご指南役になられたとしたらいかがなされる？いつか一度は武蔵と相まみえる日がきっと来る。わしとあの男の間にはそのような宿命があるように思えるのだ。ご老中よりのお呼び出し、まずお心爽やかに言ってまいられ。いかがなされた？将軍家ご指南役がご不満か？いえ、夢のようです。もとより身に栄達は無用のものと思い定めておりました。我が杉越方を思い起こし、感無量なのでございます。そういえばの法天ヶ原で民百姓を救うた知と勇気と結束の標本、これを江戸城本丸の中で鼻毛を抜くしか能のない連中に叩き込んでやるのもご指南役の仕事。これからは前を見るのじゃの武蔵。ありがたく存じます。沢庵和尚からご推挙があった宮本武蔵のご指南役士官の儀じゃが、いかがでござろうか？小倉藩重役の長岡佐渡より聞き及んだが、その人物見識申し分ないように思う。剣の技量力においてもまず最適の人材。それがしも賛同いたす。異論はござらん。願えれば当方の娘など目合わせたいくらいじゃ。いかがです田島殿？私は反対でござる。おお、承ろう。田島殿のご意見。まず武蔵という男、先の関ヶ原の戦において
西軍方に組みし東軍の一つを多数手にかけてござる。かかるものを恐れ多くも上様のおそば近くに置くはいかがなものか。次に武蔵の兵法、勝つために手段を選ばぬ彼の策は世に卑怯卑劣の票を生んでおる。その非常冷血、これを武道といい上様にご指南いたされるとなれば、非常な政治、冷血な祭りごとをお勧めするがごとき事態となりましょう。いかがかな。ご異論はありましょうや。長々とお待たせいたし無礼お許しを。お召しによって作州浪人宮本武蔵分かり出ましてございます。大義でござった。してそこもとの士官の儀じゃが、評定の結果にわかにお見合わせということに相なった。せっかくのことではあったが、この度の儀はやはり縁のないことと思うてくだされ。器用方変、浮世によくあること、前途のお気になされるなよ。お沙汰の趣、相分かりました。かたじけのう存じます。聞けばそこもとには剣のほかに風雅のたしなみもあるそうな。かかる折たしなむ風雅に己の心を残すもまた将軍系の答えになると思うが。矢に虎を逸した。いるは栄達の門か、いずるは栄光の門か。武蔵殿、まだお戻りにならぬか。士官の不守備で腹を立てるような男ではないんじゃがの。先ほど藩邸にて重役岩間殿よりこれを託された。佐々木小次郎、当藩新規お召し抱えの見客だ。申し上げます。ただいまご門前に武蔵様のお馬が。戻ったか、武蔵殿。いえ、それはお馬だけが。馬だけか。
先生はどこへ行かれたのじゃ。どこまでさすらいを続ける気じゃ。今度こそお通さんを呼び寄せようと思うていたのに。これでよかったのだ。今求めるものは地位でも栄達でもない。自由なる剣だ。人と共に喜び悩み笑い泣く、そういう心の剣だ。おつ、はい、手を貸してくれぬか。庭を歩いてみたい。大殿様、ご無理はいけませぬ。今日は気分が良い。頼むよ、おつ。おつ、死ぬ前にわしの頼みを聞いてくれんかの。死ぬなどと嫌でございます。そんなお言葉は。実は兵庫之助のことじゃ。兵庫様。お前に恋焦がれておる胸の内をじっと抑えておるのがいじらしい。どうだ、考えてやってくれぬか。わしの頼みじゃ。大殿様、その儀ばかりはお許しくださいませ。きつい女子やのう。やはり武蔵か。はい。しかしこのままでは会えぬまま二人ともじじばばになってしまうぞ。構いませぬ。それほどまでに武蔵はのいけません、武蔵様。あなたともあの人がそんなこと。武蔵様、このように別れて生きる辛さは、きっとあの時あのような振る舞いをした私への罰でございます。柳生新陰流の開祖石秀斎の死は一つの時代の終わりを象徴していた。剣よりも政治という柳生田島の神の考えはすでに徳川政権の基本方針となり、諸国の武芸者はほとんどが幕藩体制の中に組み入れられていったのである。岡崎市は人口27万の愛知県の中堅都市である。徳川家康がこの岡崎城で生まれたことから、岡崎は以来徳川家ゆかりの城下町として発展してきた。大きくよし、腕を立てて、いいか、左手を置いて、そうそうだ。よし、みんなのびのびと書くんだぞ。武蔵殿。又八、又八、
寺の修行つらいもんだろつらい正直に言ってお主が時々励ましに来てくれるんで続いているようなものだ。お主ならできる。だが修行はまだまだ初歩だ。国の七宝寺を思い出すな。ああ、一緒に遊んだ又八と竹蔵が今ではお天道様と散りあくたほどに違ってしまった。何を言う。いや、今の武蔵殿を友と呼ぶにはあまりに我が身が気恥ずかしい。それは違う。またや、俺が今でもお前を本当に心の友と思っているのはお前も俺も同じ人間だからだ。いや、むしろ喜びも悲しみも全て自分の心に正直に生きているお前という人間を羨ましく思う時すらある。ありがとう。お主と俺は心も溶けようてこうして語り合ったりしているが、あのお通はどうしているのだろう。竹谷、いや武蔵殿、頼むからお通をもらってやってくれ。お通を救えるのはお主しかいない。頼むからお通の望みを叶えてやってくれ。お通殿、急がずともせめて父石秀斎の喪が明けるまでとどまられたらいかがか。もう兵庫之助。いえ、それではかえって悲しみが増すばかりでございます。どうかわがままをお許しくださいませ。兵庫之助、旅立つお通殿に何か申すことはないのか。いえ、別に。ではこれでいろいろお世話になりました。兵庫之助様、これは大殿様のお好きだった笛、どうぞ供養にお供えくださいませ。哀れな女よ。追い求めたところで宮本武蔵、生きて結ばれることはまずあるまい。武蔵がこの世からいなくなればその時はのう兵庫之助。おつんさん、
士のために吹け。武蔵はきっとこの笛を待っているぞ。おつさん、今度こそ添い遂げてくれ。離れるでないぞ。この兵庫之助、生涯妻は持たぬ。私の心に、せめて心にだけは抱かせてくれ、おつさん。武蔵殿、又八は再び修行の旅に出る。どうかお通を頼む。お通を幸せにしてやってくれ。お通。そのお通はわずかな縁を頼って生まれ故郷近くの海辺の村に来ていた。お銀様、武蔵様のお姉上が。頼まれてな、お通さんにぜひ会わしてくれと。三日月村の平田と訪ねてきてくれまいかと泣かんばかりに言わっしゃる。私にそのよう詳しいは言わぬが、武蔵殿からは時折頼りも来ているそうな。さようでございますか。支度をしてまいりますから、しばらくお待ちくださりませ。ああ、よいと。おつさん、わしが声お銀様を呼んでくるほどに、そうじゃな、この木の下で待ってるがや、すぐじゃから。はい。そこ動かぬようにな。おつ、久しいのう。万兵衛ご苦労じゃった。礼は後でしますぞよ。皆の衆、おば様、どうなされた？大丈夫かいな。大事ない。持病の尺が来ただけで。おつ、お前のためにわしは何もかも失った。この馬場にはもはや子もない、身寄りもない。お前が憎い。心底お前が憎い。お父さん、しっかり。お父さん、助けて。離さない。助けて。助けて。おばば、許せ。助けて。助けて。ああ、助けて。火事だ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 。お父さん、お父さん。長太郎さん。お父さん。長太郎さん、おばば様は。今頃はきっと。お父さん。おい、
さん。何すんだよ。よかった本当によかった許してたもれ許してたババ様先生、どっちが勝つと思いますか？年取った方だ。待ってくれ。では掛け金は頂戴いたすぞ。さあもういないか。この兵道様之助と立っちゃって勝った者には銀500文目だ。まだ息がある。誰か近くの医者を知らんか。手を貸せ。おいお主こやつの仲間か。面白い相手になる気か。剣を抜くのではなかった。子供たちには日頃剣よりも知識を得ようと教えてきましたのに。のう武蔵、そうではあるまい。お前の体を流れておる血の熱さがお前に剣を持たさずにはおかんのじゃ。無頼の浪人を切ったあの時の武蔵の目の輝きが論より証拠というやつよ。高んぼ、教えてくだされ。正直その通りです。江戸を離れてから俺は剣よりも知の力で人のために何事が成したいと思い暮らしてきた。だが心は何か満たされん。確かに俺の血の中に騒ぐものがある。たぎるような思いがいつも俺の心を突き上げる。これは長岡殿より預かるし者、佐々木小次郎よりの書状じゃ。おそらくはこの男もお前と同じように戦わずんばすまぬ血の騒ぎに士官の身を食いておるのじゃ。まあ戦うもよし戦わぬもよし、決めるのは武蔵お前じゃ。ただし
心していけよ。すでに世に剣の相手なきを嘆く。思うに小次郎の剣天下一にならんとす。ここにして思い至る武蔵の剣ありと、いつの日か私有を決戦とするは天の拝するところ。宿命ならん来たりて剣を交えるや九州小倉にて待つ者なり。細川家次男巌流佐々木小次郎。慶長17年、佐々木小次郎の書状を武蔵が受け取ったのを待ち構えていたように、武蔵小次郎の対決の噂が瞬く間に日本中を駆け巡った。小倉藩は慶長5年、藩祖細川忠興に始まり、二代藩主忠俊以後小笠原家に継がれ、九州における水陸の要衝として発展し、現在の北九州市に至っている。それまで。見事な燕返し。恐れ入ります。世評によればその方、宮本武蔵に立ち会いを申し入れたというがまことか。お耳を汚し恐縮千番でございます。いや、わしにも楽しみじゃ。柳生以上の達人と噂の武蔵、勝てるか小次郎。この巌流の目には世に名人達人がおりません。勝つのはこの小次郎です。佐渡角兵衛、世の名じゃ。二人の試合を取りまとめい。はっ。牛の女房は出陣にめめしゅうするものではない。笑うて送ってくれ。これきりかもしれぬ夫の船出とすればなおさらのことぞ。
私が小次郎様をお慰めしたいのでございます。武蔵か小次郎よな。武蔵遅れたか策か。